源氏物語をイラスト訳と照らし合わせながら読むことで古文の速読トレーニングをしていきましょう。皆さんこんにちは。イラスト訳の愛です。まずはこの動画の構成についてご紹介します。はじめにこれまでのあらすじを上げていますので、どの動画から視聴してもらっても大丈夫です。次にイラスト訳本編です。原文の後に現代語訳とイラスト訳が流れますので、イメージを沸かせながら古文目線を鍛えていきましょう。さらに本日の重要古語、また文法や知識について解説をしていきます。最後まで見ていただくことで古文速読のための複眼的思考力が養えると思います。今回は第4条夕顔の第8話です。桐壺亭の第二巫女として生まれた光源氏でしたが、進化に降格した後、満たされない恋に渇望していました。源氏17歳、乳母の見舞いに寄った時、隣の家に咲く儚い夕顔の花に目が留まり、源氏は従者にその花を追ってこさせました。すると家の中から目のわらわが出てきて、これに乗せて差し上げて、と扇を差し出しました。その扇には家の女主人からの優美な和歌が書かれていました。ではこの後の展開いってみましょう。陽明之助なる人の家になんはべりける。おの子は田舎にまかりて、目なん若くこと好みて、腹からなど宮塚えびとにて近寄うと申す。詳しきことは下人の知りはべらぬにやあらんと聞こゆ。さらばその宮塚えびとなんなり、したり顔に物慣れて言えるかなと。目覚ましかるべき木はにやあらんとおぼせど、さして聞こえかかれる心の憎からずすぐしがたきぞ。例のこの方には重からぬ御心なんめるかし。御多頭紙に糸をあらぬ様に書き換えたまいて、よりてこそそれかとも見め、たそがれにほのぼのみつる花の夕顔。ありつる御随心して使わす。まだ見ぬ御様なりけれど、糸しるく思い当てられたまえる御そばめをみすぐさで、
驚かしけるを。依頼、たまわで、ほど、へければ。生、はしたなきに。かく、わざとめかしければ。甘えて。いかに聞こえん、など、言いしろう、べかんめれど。目覚ましと思いて、随人は参りぬ。お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要語語はこちらです。また、文法事項はこちらです。これみつから、この夕顔の屋敷のことを聞いた源氏は、宮遣いの女房が下り顔にアプローチしてきたのだろうか。大した身分でもないのかな、とちょっと不快に思いましたが、それでも例の色好みの性格から自分とわからないように変化をします。一方、夕顔の家では、もしやと思ってアプローチしたものの、なかなか返事が来ず、決まり悪い思いをしていました。ちょうど源氏が乳母を見舞っていた時ですね。しばらくして変化が送られてきたので、夕顔の家ではどう返事しようかと浮き足立っています。随人はそれを不快に思って帰っちゃったみたいですね。さて、今回は光源氏の歌が出てきましたので、和歌の読み取り方をお話ししましょう。皆さんご存知の通り、日本に漢字が入ってきたのは4世紀ぐらい。それまでは音声言語のみで意思疎通をしていました。そのような中、相手により印象に残る言葉として和歌が発達してきたのです。自分の思いをどうやったら相手に印象深く伝えることができるか。そうやって五七五七七のみそ一文字のリズムが生まれました。古の人々は嬉しい時、悲しい時、様々に心が揺らめいた時、こぞって和歌を読みました。特に男女の恋愛においてはなくてはならないものでした。会えない時が多いほど募る思いを和歌に託します。そして和歌をいただいたら必ず変化をするのが当時の心の交流だったわけです。今でいう LINE のスタンプみたいなものですね。今回の光源氏の変化はこんな和歌でした。よりてこそ、それかともみめ、黄昏に、ほのぼのみつる花の夕顔。この和歌は夕顔の女からもらった心当てにそれかとぞみる白露の光添えたる夕顔の花という和歌に対する変化です。贈答歌としての変化なので、それかとや花の夕顔と送られてきた和歌のアイテムを入れて作られていますが、それほど重要な和歌習字は入っていません。したがって、今回は和歌をどうやって解釈するか、解をつかむ方法を見てみたいと思います。和歌は LINE のスタンプのような象徴的なものなので、語語や文法も不安定なまま読んでも何のことだかよくわかりませんよね。ですが、次の2つのことを気をつけて見てみると、意外と見えてくることも多いかと思います。まず一つは、前後の文脈から心情アイテムを探ること。そしてもう一つは、区切れに着目することです。大学入試で出てくる和歌はほとんどが文章内にあります。和歌が LINE のスタンプのような象徴的なものならば、
小説の心情理解と同様、直前の状況から読まれた気持ちを掌握することができますよね。また、今回のように贈答歌であるならば、何らかの問いかけに答えたり、心情に寄り添ったりしているはずですよね。ならば、読まれたキーワードに着目しながら、どう返しているかを捉えるべきなんです。今回の和歌なら、それかという贈歌のキーワードに着目し、心当てに思うならば近寄ってみるがよいと仰せの可能性を匂わせているんですね。そして最も重要なポイントは区切れをつかむことです。ご存知のように和歌は句読点がありませんよね。だからこそ分かりにくいのですが、和歌の中に終止形や終助詞、かかり結びの法則などが確認できれば、そこが一番言いたいポイントになる可能性が高いのです。今回の和歌、形助詞こそと見目がかかり結びの法則ですよね。ここで切れて二区切れの和歌です。目はあなたが主語である関係から適当勧誘の助動詞無の依然形です。私に近寄ってみるがよい。これが一番言いたい回となるわけです。このように前後の文脈をつかむこと、そして区切れをつかむことをまずは考えてみると和歌も解釈しやすくなってきます。さあ、今回も第4章夕顔からのイラスト役でした。第1条桐壺からここまでの再生リストは説明欄のリンクに貼ってあります。よかったら日々の受験勉強のサポートにお使いください。最後までご覧いただきありがとうございました。何かお気づきのことがあればコメントいただけたら嬉しいです。それではまた。